23 anni fa, Takashi Amano, fondatore di Acqua Design Amano, portò per la prima volta in Italia la sua filosofia, l'idea che un acquario potesse essere una finestra sulla natura. Oggi, dopo oltre 2 decenni, quella visione è tornata nel nostro paese grazie ad Agripet Garden, che ha ospitato il primo grande evento italiano firmato ADA, con un workshop esclusivo tenuto da Yusuke Homma, direttore artistico dell'azienda e allievo diretto di Amano. In queste immagini, Homma-san guida il pubblico nella creazione di un nuovo acquascape, condividendo tecnica, sensibilità e il profondo rispetto per la natura che da sempre contraddistinguono il metodo ADA. I sottotitoli che seguono rappresentano un adattamento dei contenuti originali in giapponese, tradotti e curati per rendere l'esperienza più accessibile anche al pubblico italiano. パワーサンドはですね、基本的には、植物のへの肥料ですね。肥料プラス軽石が入っています。で中にはですね、100種類以上のバクテリアと竹炭、長期間、低焼の環境を良好に保ちます。で私たちのですね、作り方の基本としては、なぜかと言いますと、正面から見た時に、中に100種類以上のバクテリアが休眠した状態で入っています。基本的にはバクテリアというのはどこにでも存在しているんですけども、でこのやっぱり低焼部分の基礎の部分は必ずしっかり作っておいた方がいいですね。それは後からクリアスーパーは竹炭の粉が入ってます。この中にもバクテリアが休眠しています。これもまんべんなく敷いていきます。名前の通りトルマリン石、石ですねが細かく砕いたものが入っていて、長期間ですね、弱い電磁波といいますか、磁力をですねこの中に持つんですね。バージョン2になって何が変わったかと言いますと、肥料分がこのソイルにはかなり少なくなりました。ただ肥料分をアップさせるためのペレット状のものが中に入っています。このペレット状のものを下に敷いてアマゾニアバージョン2を入れることでアマゾニア1と同じような効果をもたらします。このペレット状のものを撒いていきます。なので、もしクリプトコリネとかエキノドルスとか、肥料分を根からの肥料分をすごく多く吸収する植物に対してはこれ全て入れていいです。ソイルを入れていきますね。先ほど開けた空間にソイルを先に入れて、それから全体にならしていきます。すごく天野からね、何度も言われたことなんですね。こうやって水槽を作る前のソイルの部分っていうのは、これから製作する水槽の基礎になるので、なるべくきれいにね作るっていうのが絶対だったんですね。やっぱり水槽を作るのはキャンバスに絵を描くのと一緒なので、キャンバスがきれいな状態でやっぱ天野は作りたいと思ってたんですよね。なので私たちはこのですね、肌の質感がすごく良かったです。で私たちが制作する時に考えること、特に私が考えることは、流木の素材のストーリーをよく見るんですね。この流木はどんなストーリーでこの形になっていったのか、自然界でこの流木はどんなふうに生まれたのか、合わせて組み合わせてさらに新しいストーリーを作っていくっていうのが私の中での一番の制作する時に思っていることですね。あとは私がすごくポリシー持ってやってるのは、流木はカットしないです。なるべくそのままの状態を使います。カットしないで使う。あとは、私は接着剤も使いません。っていうのはやっぱり自然素材に対して植物を石油系のものでつけるっていうのは私は嫌なんですね。これは今ね、ジオラマスタイルとかいろいろスタイルある中で接着剤を使うのが基本になってますけど、私の中ではやっぱポリシー持ってるのはやっぱり自然素材に対して石油系のものは使いたくないっていうのが一番です。その中で、流木の素材の形を生かして自然の中にある石と流木の組み合わせで作っていくっていうのが
一番のなんか自然に対して敬意を持っているところですね。いろんなその流木の置き方があると思うんですが、私が一番気にしているところは安定感がある場所ですね。そこに置くっていうのが一番です。一番安定感あるのはこれですよね。もう絶対に倒れない。これは一番バランスが悪いですね。もうすぐ倒れちゃう。迫力を出すためにどうするかっていうと、倒れやすい方にちょっと行ってる方がやっぱり迫力が出る。安定感がありすぎると、じゃあどうするかっていうと、まっすぐでもないし、少し倒す。でそこにああいった石を入れることで迫力と安定感を生み出していきます。で流木を見た時に、この流木を見た時に一番感じたのは、この流木が結構人工感あるなと思ったんですね。ここはただこの流木はこちら側がすごく表情がいいで、いい場所を表に出していきます。はい、安定しました。で今これ見てもらうとですね、ライトの当たり方ですね。ここに対して光はしっかり当たってますよね。ここは影になってます。当たってるところと影がある方は迫力が出ます。これはですね、後ろのこの流木は、強すぎるのであえて影にしないで当ててます。ぐーっと倒すと強くなりすぎますね。これ大きいんで。左から右側に流れが見えますか？ゆっくり水が流れる方向、これが今表現できてるんです。例えばこういう方向もありますよね。左側にこういう方法だとやっぱ消失点がこちらに出て、どちらかというとやっぱりコンテスト向きの水槽になりますね。写真を撮った時にすごく迫力がある絵になります。放射状になってるんで。ただ私は水の流れの表現の方を優先したいので、こちら側がバランスがいいかなと思います。あった方がいいって人もいれば、ない方がいいって人もいる。No, no, no。ああ、いいね。なんかみんなで作る水槽っていう感じでいいね。で私がですね、ここで作る時に一番気にしているところは、石とその流木の接地面ですね。ここがなるべく自然に設置する方がいい。石が、流木の間に挟まって、さらに流木が引っかかって固まっていくっていうところですね。接着剤を使わずに石と流木の接地面を考えて、さらに動かないように考えるっていうところがすごく大事ですね。でこういう平たい石もですね、結構埋めることが大切ですね。埋めてしまうとさらに大きい石がここに埋まっているように見えるので、ある程度しっかり埋めてあげると大きな岩盤のように見えてきますね。あとはですね、ところどころにくさびのように石を固定するために、流木を固定するためにくさびのように石を刺していきます。それでですね、ネイチャーアクアリウムのやっぱ基本的な考えの中の一つとして長期維持があります。天野社長のご自宅の水槽は23年間維持してますね。今もすみだ水族館の水槽は約12年。長くどれだけ維持できるかっていうのがやっぱり生き物を飼う場所を作るためのすごく大切なやっぱり考え方なんですね。年齢、水槽の年齢がね、若い水槽がどうしてもやっぱり多くなってしまうんですが、私としてはやっぱり時間経過がすごく感じれるような、エキノドロスがすごく長い時間かかって育ったような水槽っていうのが私は好みですね。やはり植物はね、生きる空間ですのでも重要ですが、生き物が長く飼われてるやっぱり雰囲気というか情緒みたいなものが表現されているものに私は魅力をやっぱり感じますね。それは天野もそうだったと思いますね。私たち基本的に植えていく時はね、下から
順々に植えていきます。奥に連れて、で手前を植えて少し水を張って中堅を入れて奥に連れてどんどんこう水を張りながら増やしていきます。下草は基本的にグロッソスティグマを今回使います。特別なピンセットです。クリエイターだけが持ってるピンセットですね。基本的にグロッソスティグマを植えるところは、光が強く当たる場所ですね。結構私たちの、制作する時、特にイベントとかですねの場合は、イベントとか水族館の場合はグロッソスティグマを使うことがすごく多いです。それはなぜかというと、成長スピードがすごく速い。まず今前傾層の部分ですね。この前側の部分だけ、10センチぐらい植えていきました。で今水位を少しずつ上げながら今度中間部分を植えていきます。あとですね、ちょっと午前中伝え忘れた一つのポイントがあるんですが、真横から見た状態ですね。結構アクアリウム作る時に失敗しがちなのは流木を横にしてしまうことですね。今見てもらうと分かるとおり、流木がねこうなったり、この流木はこうなってるし、この流木はこう、この流木はこう、流木同士を入り組みを作ることでこの植栽部分が広がっていって立体感が出るんですね。どうしてもこの流木が実際作るとまっすぐになりやがちなんですね。手前側と流木、後ろの有形層っていうふうになりがちなんですが、流木の向きをこうやったり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 することで、この部分が V 字型になって前から見た時に有形層の水草の奥行きが出てきます。これが作る時のポイントですね。それでいいです。はい、次にですねシペルスを植えていきます。だいたいシペルスは基本的にバックに植えること多いですよね。ただ私最近植えてる植栽している中で、よくやる手法として結構前側に植えるんです。こういうところに植える場合もあります。前側に植えることで、奥に空間を作って奥行きを出すんですね。でこの後ろに有形層を、赤い水草を植えたりすることで水草越しに水中の空間を作るというか見るっていうのが最近私の中で、結構やっている手法ですね。ピンセットを持ち替えましたね。こちらの細かいところからグリップタイプに持ち替えましたけど、基本的にこういったグロッソスティグマの細かい水草を植えるときはこの細い先の方がいいですと、細かい作業ができます。あとはこういうふうに上から持つタイプ、こうではなくて上から持つタイプだともう少し力が入りますね。もう少し大きい水草を植えるときには上から持った方がいい。でさらにシペルスみたいに大きな株を植えるときはグリップがいいです。グリップはすごい力が入ります。なのでこういった大きい株も簡単に植えることができます。なので全ていろんな種類のピンセットありますけど、それぞれに利点があるんですね。確かに小さい水槽を作る場合はそんなにたくさんの種類はいらないかもしれないですけど、私たち7メートルとか4メートルとか大きな水槽を作る場合っていうのはこのピンセットを使い分けることで、細かく丁寧に正確に植えることができます。を入れていきます。これはですね、この流木と石の間ですね、このつなぎ目に入れていくと流木と石がうまくつながって
いきますので、こういう場所にこう入れていきます。OK、フィニッシュです。はい、Thank you very much. Thank you. ギャラリーで作る時の作品っていうのはどちらかというと自分のこう個性を出すような作品が多いんですけど、今回の作品っていうのは未来への思いを込めました。っていうのはいろんな水草が使われてますよね。いろんな種類の水草を使ってます。水中の平和な世界を作り上げてます。最近のやっぱりコンテストとか見てると、どちらかというとジオラマスタイルが多くなってきて、水中景観がすごい少なくなってます。水中の景観、水中の魚たちや水草の平和な空間っていうのを意識して今回は作りました。で、天野もね、思ってたようにやっぱり子どもたちの、が遊んでいたその自然の環境とかそういったところに、やっぱ子どもたちが行くっていうのがすごく大事だと思います。多分皆さん、ここにいる皆さんも小さい頃からの生き物好きだったり水辺が好きだった人たちだと思うんですよ。こういう子どもたちが生き物好きの子どもたちがこれからの、自然環境を守る大事な子たちだと思うんですよ。で、若いこういう子たちが楽しめるアクアスネイチャーアクアリウムっていうホビーをどんどんこれから広めていってもらって、でこの人たちが地球の未来、地球の環境っていうのを守ってくれる人たちになると信じています。それがね、やっぱり天野が最終的に伝えたかったことだと思います。それをやっぱり今回私たちはイタリアンスの皆さんに伝えられて本当に幸せです。Thank you. Thank you.